こんにちは、千代子です。ようこそお越しくださいました。今回の動画の主役は、昨年後半に発売された新型アルドゥイーノ UNO 9です。今までとは違う2つの頭脳を持つデバイスとして話題になりました。マイコンとしての機能を維持し、Linux 系の OS も搭載している。すなわちラズパイのように小さなコンピューターとしての役割も担えるとのこと。今までパソコンやラズパイとつながなくてはできなかったことも、この新型なら自前で1台でできるようになるのかなと、まずは簡単な監視カメラ付きロボットを作ってみました。UNO9専用の開発アプリに組み込まれている画像認識ツールに、USB カメラのライブ映像から人を検知させて、首をフリフリしながらメッセージを流させます。こんにちは。何かご用ですか？首を動かすためのサーボモーターの制御はクラシックなアルドゥイーノのお仕事ですが、画像認識と音声再生はこの UNO9 に新しく搭載されている Linux の OS が組み込まれたチップで行います。このボードを買った当初はとっつきにくいというか、新しすぎて情報の蓄積もあまりないし、しばらく放置してしまっていました。でも今回使い方のお作法も少しずつ分かってきたら、UNO9 実は結構いいボードなんではないか、ポテンシャルも高いのではと思いました。UNO9 が持つ2つの頭とは MCU と MPU。MCU がリアルタイム制御が得意なマイクロコントローラーユニットで、 MPU が複雑な処理のできるマイクロプロセッサーユニットなのですが、 MCU、MPU というだけでは私はどっちがどっちだったか一瞬考えないといけないので、便宜上マイコン部とコンピューター部と呼ぶことにします。コンピューター部には CPU、GPU の他にDSP、ISP という音声や画像処理の専用チップが搭載されていて、軽度の AI 的な推論は少なめのエネルギーで効率よく行います。さすがにローカルでの自然言語処理や重たい AI モデルでの処理だと負担が大きすぎるそうですが、いわゆる HAI としての画像認識や音声認識なら、軽めのモデルが無料の専用アプリにブリックとして組み込まれていて、自分のプログラムに取り入れることもできます。こういう AI 処理を行っていてもあまりボードが熱くならなくって、ちょっと驚いたのですよね。コンピューター部のハードウェアが効率よく作られているようで、マイコン部と連携させていろいろ面白いことができそうです。使ったものはこちらです。UNO9 のデスクトップ画面はこんな感じ。ブラウザーとして Chromium がプリインストールされてますし、私がパソコンで愛用している MIDI キーボードソフトの VMPK も走ります。で、一番大事なのが AppLab、アプリ開発環境のアプリです。千代子工房には UNO9 専用にできるスペアのモニターがないので、 Wi-Fi を設定した後はパソコンにこの AppLab を公式サイトからダウンロードしてきて作業しています。で、最初の注意点、これは他の方も注意喚起されていることなのですけど、 UNO9 は電源が入ってからシステムが立ち上がるまでにちょっと時間がかかります。私は最初このシステム起動完了のタイミングがいつなのかわからなくて、パソコンにボードが認識されていないと諦めかけました。 LED 掲示板でアルドゥイーノのロゴが最初にくるくるし始めた時は我慢していたのですが、ハートマークになった時はもう準備ができているのだろうと勘違いしていて、なぜ働かないんだろうと悩んだのです。でもそれらが全部消えるまで待たなきゃいけなかったんですね。準備完了で待機状態になったことはこちらの青い LED が知らせてくれます。AppLab のエグザンプルを見てみましょう。監視カメラにいいアプリがもう用意されています。Detect Objects on Camera はウェブカムに映っているものならあらかじめ教え込まれていたものを見つけられるプログラム。Face Detector on Cameraは人の顔を認識するプログラム。今回は顔
というよりも人物が写っているかどうかを検知させたいので、こちらの Person Classifier on Camera を使ってみます。Video Image Classification と WebUI ユーザーインターフェースですねというブリックが組み込まれているようです。ブラウザにライブ映像が映し出され、人が映ると教えてくれます。ちょっと手が視界に入っただけでもこれは人だと教え込まれているようですね。クマには無反応。千代子人形の昭和初期風の風貌は人とは認識されないようです。ですがもう少しリアルな顔だと検知しました。ちょっと意地悪をして能楽の写真だとどうか、体だけ写っている時は人だとわかるようですが、お面まで写ると迷っているようです。一瞬人だなと思ってもやっぱり違うと取り消したり、以前の動画でラズパイでモーションアイというアプリを稼働させて監視カメラシステムとして使っていることをご紹介しましたが、それとは検知の仕方が根本的に違います。モーションアイはいくつかの一連のフレームを比べてみて、画像に変化があったら何か動くものがカメラの前を横切ったのではないかと考えるのです。ですから車や猫が通っても反応しますし、また急に雲が太陽を遮っても反応することがあります。対してこちらの方はあらかじめ人間とはどういう姿をしているのかパーツまで教え込まれているのです。画像認識に特化した人工知能です。これはどちらにも一長一短がありまして、この UNO-Q のアプリは車や猫、明るさの変化には基本無反応。でも例えばカメラを人にそっくりのかかしの前に設置してしまったら、ここに人がいると一生騒ぎ続けます。モーションアイだったらかかしが動き出さない限り無反応です。うちでは両方併用していこうと思っています。さて、ここからがカスタマイズの時間です。AppLab ではお手本アプリを土台として自分のアプリを新しく作れるのです。オリジナルの方はカメラに人が映った時にブラウザー上で静かに手を振ってくれているのですけど、声でも知らせてもらうようにします。VoiceBox で音声ファイルを作って SCP で UNO-Q にコピーし Python のスクリプトを編集して人が検知された時に再生されるようにしました。例えばカメラが部屋の外を見張っているのなら、侵入者らしき人物が映った時に警告を発するとか、こんにちは、何かご用ですか？逆に部屋の中にいる人にドアの向こうに誰かいますと知らせる目的にも使えます。どなたかいらっしゃるのが見えます。また UNO-Q は Linux 上で Python を走らせるコンピューター部があるけど Arduino なんですから、 Arduino らしさを発揮してほしい。サーボモーターをつなげましょう。ここがマイコン部とコンピューター部が分かれている UNO-Q の強みです。ラズパイでもモーターは動かせるのでしょうけど、ラズパイはいろいろと他の仕事も並行して請け負っているので、どうしてもモーターの動きが不安定になることもあるとか、それに対してアルドゥイノは黙々とリアルタイムで安定した制御やセンサー読み取り作業が専門です。UNO-Q ではそのアルドゥイノの職人的なマイコンチップとコンピューター的なチップが分かれていて、電算処理のほかユーザーインターフェースや外部との通信はコンピューター部で請け負います。そして同じボード内なので確実で速いチップ間の信号のやり取りも可能なはず。コンピューター部とマイコン部が別々の作業場で分業作業をしているとはいえ、共に狭い敷地内にいるのですから、この Arduino UNO-Q の特性を試してみたかったわけです。ですが実際はチップ間の連絡というのがプログラムコードを書くにあたってUNO-Q 独自のものがありまして、これが分かるまで吸ったもんだいたしました。ラズパイとアルドゥイノの間によく使われるシリアル通信ではダメでした。ここは最初に AppLab に入っているお手本でコンピューター部とマイコン部と両方使っているものを探してみればよかったのですよね。Arduino ルーターブリッジというライブラリーを使う必要がありました。これが UNO-Q 第2の注意点でした。マイコン部の作業場と
コンピューター部の仕事部屋の間に橋を架けてアルドゥイノルーターという連絡係に行ったり来たりしてもらうのです。なお、アルドゥイノのスケッチは私は最初は今まで通りアルドゥイノ IDE で書いてボードにアップロードしていたのですが、アップラブを使った方が管理しやすいし便利なように思います。人が検知されたら Python の方では音声が鳴る他に画像のスナップショットを保存するようにしました。これでロボットが首を振りながら喋り、人物の画像が保存されます。ディバッキングが終わったらリモートアクセスできるようにしておけば、外出先からライブ映像をチェックしたり、保存された画像を閲覧または抽出できます。というわけで、アルドゥイノ UNO 9を使った最初のチャレンジは監視カメラロボットでした。紙工作のロボットですけど、ちゃんと人工知能による画像認識で行動を起こします。比較的低いエネルギー消費ですでに組み込まれた HAI を効率よく走らせるコンピューター部とアルドゥイノの良さを維持したマイコン部の両方が搭載されたアルドゥイノ UNO 9、もっといろいろなことができそうです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントやチャンネル登録していただけると励みになります。どうぞまたいらしてくださいませ。